私のターニングポイントについてお話しさせていただきたいと思います。私自身のターニングポイントとしては、その学校時代の恩師に出会ったことっていうのが一番かなと。その恩師から 3D 以外のいろいろなノウハウ、もうそれこそいろんな会社に連れてってもらってお話をさせていただいたりもそうですし、お家にお邪魔させていただいて一緒に作業させていただいたっていうのもそうだったり、恩師に僕は出会ってからこの映像業界っていうに行きたいっていう気持ちの方がやはり強くなったっていうのが大きいポイントですね。いわゆる映像業界に入るに行くにつれて、もうそれこそ必要な技術っていうのもそうですし、もう撮影法とか、あとはじゃあケーブルどんな感じで巻くのとか、グリーンバックとか、キーイングとかに関しても実際そういったところで初めてやらさせていただいたりとかっていうのもありましたから、僕自身その方がいたおかげでやはり一つ転機になったのかなと。その方が原田先生という方でして、映像の先生をやられてた。僕が19歳ぐらいからの付き合いなので、それこそ本当にもう20年以上の映画の方も実験映画とかも撮られてたりとか、本当にそのアナログと技術のバランスが取れた方で、両方をうまく伝授していただいたっていうのは、個人的にそういうふうに思ってました。その方にうまく調整していただいていたというか、うまくそのバランスを取っていただいていたなっていうのは、なんか今思うと感じる箇所ですね。これは本当に今の僕のスクールに関しても自分自身で自分なりのバランスで考えてはいますが、原田先生もそのバランスでやっていたのかなとも、今ではわからないんですが、もしかしたら僕はその方がいなければこのスクール自体をやっていなかったのかもしれないっていう、その方が教えてくれてたから今の自分があるから、もしかしたらそれをその他の方たちに伝えたいっていうので今現在の仕事をやってるのかもしれないですね。出会いとしてはやはり僕の学校時代、自分の勉強していく分野でその時の担当に就いた方だったんですが、実際こういう仕事あるからやってみるってまずその仕事を試しにやらさせていただいたところが、東京デザイナーズウィークと呼ばれている作品のまずデモ用の映像を作ってほしいっていうので、僕が 3D を作る。で、原田先生がその中で映像を作ってはめ込んでいくっていうことを一緒にやらさせていただきました。初めてこういったお仕事させていただく中で学びを得れた方だったっていう印象です。僕の学生時代の時に作った作品、それはその原田先生とも一緒に作った作品ではあるんですが、もちろん僕以外の方も一緒に作ったんですが、その作品自体がいわゆるその海外の国際機器店、いわゆる NAB と呼ばれている機器店があるんですが、その時にアビットって呼ばれている会社さん、いわゆる編集とかやられてた会社なんですけど、そこのブースのデモ映像として採用させていただいていて、でそれはその時にいわゆるグリーンバックで撮って、で実際にその学生の一人が役になって、で僕らが 3D を作って、原先生が撮影と映像の編集などもしていただいたものが、そういった形で採用されたっていうのはすごく喜ばしいことだったなと今思うと感じます。本当にすごくいいところは、ここかっこいいねとか、ここちょっとダサいよねとかっていうのは素直に言っていただける方でしたね。良くも悪くもフラットな関係だけれども頼れる先輩っていう形で一緒にやれていたっていうのは僕はちょっと嬉しかったですね。そうですね、僕もその恩師からいろいろなことを学ばせていただいたんですが、じゃあ実際に今の自分が何がそういったことにアウトプットしているのかっていうのを考えた時に、そうですね、当時の原田先生に関しては割となんでしょう、良くも悪くもいいところで放任してくれる主義って僕は思っていて、ただ何か困った時にやっぱ助けてくれるっていうのはすごく感じていたので、本当にもう自分なりに好きなことをやってった中で、やっぱり軌道修正をうまくその原田先生がやっていただいていたっていうのを感じているので、僕も今教えている中で、やはりその自分自身で学べるべき箇所っていうのは学んでって、でも
何かあったとは相談していろいろ一緒に歩んでいけるっていうところが僕は一番学べたというか影響された部分かなという。そうですね、やはりそういった面では自分がその立場になるっていう責任は改めて言うとすごく大きいものなのかなとは思うんですが、ただそれ以前にやはり原先生がそういった形で接してくれていたので、僕はそういう責任の重さっていうのは感じずにそのような形でもやっていきたいなとは思ってます。